はい。それでは、抵抗負荷 SRPP 3欠5欠切り替え式 6L6 シングルアンプの製作第3回目スタートしたいと思います。今回はですね、ケース加工の様子をご紹介したいというふうに思います。はい。こちらですね、今回使うリード S1 の加工図になります。細かくなってしまいますので、PDF ファイルは別途ブログの方にアップしておきますので、ご興味のある方は、ご覧いただければと思うんですけれども、今回使う真空管は整流管も含めて4本なんですけれども、なぜか、ここにですね7つ、真空管ソケットの穴が開いてあります。そのうち2つは今回直接使うことはないんですけれども、将来的に活用していきたいなというふうに思ってますので、また追ってご紹介できればと思います。はい。そしてですね、今回もこの電源トランスの開口部分、くり抜き作業はですね、ドリルとヤスリ、こちらで進めていきたいと思います。少し大型のですね、電源トランスを、家に余ってたっていうこともあって使うので、今回くり抜き作業なかなか大変なことになるんじゃないかなというふうに思いますけども、根気強くやっていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、ご覧いただいているような工具を使いながら、ケースの加工を進めていきたいと思います。はい、それではケースの加工を始めるにあたって、まず、作業用の補助線を引いていきたいと思います。今回もですね、フロントパネル、リアパネルの穴については、最初から場所を精密に決めて加工するのではなく、トランスですとか真空管ソケット、そういったものを配置してみて、干渉するしないを見ながら、おいおい、穴を開けていきたいというふうに思います。はい。では作業に取り掛かりたいと思います。はい。穴開け加工用の補助線が引き終わりました。今回ですね、手持ちの電源トランスを使うということで、必要な電流容量の2段階ぐらい大きめのトランスを使うことになっておりますので、さすがにですね、この電源トランスの開口部分の面積も広いですね。この先の作業が思いやられますという感じなんですけれども、それではドリルとヤスリを使って穴開けの作業を進めていきたいと思います。はい。ということで、ケースの加工、そして主だった部品の取り付けが完了しました。久しぶりにですね、フルサイズのアンプを作ってまして、しかも、電源トランスがですね、必要十分量よりもかなり大きなものをつけてますんで、ちょっと腰が痛いかなという感じでございます。なおですね、今回作っているのは実験機という位置づけで私考えてますので、ケースへの塗装は行わずに、このまま次の部品の取り付けの、作業に進んでいきたいと思います。ここにですね、怪しげな未使用の2つのソケット穴がありますけれども、これは今回直接関係ございませんけれども、また将来的にですね、活用していきたいなというふうには思ってます。はい。それではですね、引き続き裏側にラグ端子板を取り付けて、抵抗コンデンサーといった部品の取り付けに進んでいきたいと思います。